この本を読んでいるとタバコの味が気になりました。どうも皆さんこんばんは。今回は煙たい後輩という柚木麻子さんが書かれた小説を元に人間観察していきたいと思います。皆さんは孤独を感じますか？あるいは自分の居場所ってありますか？この動画ではあらすじを紹介した後、自分の居場所をテーマに孤独を感じた時、自分の居場所がわからなくなった時の考え方について考察していきたいと思います。それではあらすじです。舞台は名門女子大。14歳で作家デビューした過去があり、今もなお文学少女気取りのナルシストなしおり子。箱入り娘で世間知らずなまみこはしおり子を憧れ、彼女に心酔します。男性至上主義なしおり子は男のためなら可愛い後輩のまみこをいつでも見捨てます。またまみこが肺が弱いと知っていながら目の前でタバコを何本も吸います。まみこの親友みさとはそんなしおり子の性格の悪さも知っており、またそれに気がつかないまみこにもイライラしてしまいます。さらにしおり子と関係を持つ男性は皆アナウンサーを目指す超絶美女のみさとに一目惚れしていくので、さらにこの二人の関係はバチバチになっていきます。女性たちの嫉妬心と優越感が交差する世界。果たしてこの関係性はどうなり、卒業後彼女らはどんな道に進んでいくのか。ドロドロした青春の中に成長というスパイスがかかる、読んだ後の痛快さがたまらない一冊です。ぜひ気になる結末や詳細はお手に取って読んでみてください。シンプルに1回目読むとけなげで純粋無垢なまみこに肩入れしたくなります。でも2回目読むと性格の悪いしおり子に感情移入したくなります。というのも、どんな嫌な行動も言葉もきっと自分だけの居場所を必死で探しているんだろうなぁと感じ取れるからです。そしてその人間臭さが最も現実世界の私たちをリアルに映し出しているような気がしました。そこで今回、自分の居場所をテーマに考えていきます。特に学生のうちは卒業したらどんな道に進むべきか定まらず、自分探しなんてワードもよく聞きますよね。本書でもまさに学生と大人の狭間で葛藤する姿が特徴的だなと思いました。でもこの葛藤っていうのは就職前の学生に限るものなんでしょうか？本書の解説部分に物質的には満ち足りていても精神的には居場所を探してさまよう者たちの群れという言葉があります。私がこの言葉を見て思い浮かんだのは、ある経済学の本に出てくるこんな図です。横軸に一人当たり GDP、 縦軸に生活満足度を取るとこんな感じの曲線を描きます。これが表すのは、どれだけお金を稼いでも一定の金額まで行くともうそれ以上幸福度、生活満足度は比例して大きくならないということです。たとえ大企業に就職できても幸せな家庭を手に入れてもその都度新たな葛藤が生まれます。そのたんびに本当に自分の居場所はここでいいのかなとか、次は何を道しるべに歩んでいくべきかという迷いや不安でいっぱいになります。つまりこういった自分探しとか自分の居場所探しっていう葛藤は就職前の学生に限らないということですね。私自身いろんなことがうまくいっていない時、お布団に入ってこのままで大丈夫かなという不安や孤独感でいっぱいになる夜もあります。というのもですね、自分は常に幸せいっぱいで充実しているっていうのを見せていなきゃいけないっていう固定概念に縛られていました。でもある人のラジオか何かで、自分は幸せになりたくない、幸せを追い続けていたいという言葉を聞いて、
心がふっと軽くなったのを覚えています。目標を達成して幸せを感じている自分も、何もかもうまくいかなくてかっこ悪い自分も全て自分自身で受け入れていいんだなぁと、その時感じたのを覚えております。はい。本書の居場所というキーワードは幸せとも言い換えることができるのかなと感じました。人は新たな居場所や幸せを追い続けて、その都度葛藤しながら生きていくものなんだなと思いました。そんな人生を生き地獄と捉えるか、ゲームと捉えるか、どう捉えるかは皆さん自身にかかってくるんだと思います。はい。私も悟った人間ではないので、日々葛藤しながら、そのヒントを得るために、こうやっていろんな本を読み漁ってます。はい。本書は、こちらですね。ドロドロした女性同士の物語かなと思いきや、それぞれの人間性を軸にテンポよく物語が展開していくので、読書が得意でない方でも本当に夢中になれる一冊だと思います。また、この煙たい後輩というタイトルの伏線回収もものの見事です。はい。あとシンプルに芯のあるストレートなミサトの言葉にすごい勇気づけられる部分もあります。はい。ぜひ一度お手に取って読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。また、今回の動画で引用したお金と幸福度に関する経済学の本、幸福の経済学という本も概要欄にリンクを貼っておきます。はい。今回は以上になります。いかがでしたでしょうか？読書で人間観察っていう勝手に自分で名付けた企画を今やってるんですけど、2回目ですね。1回目は人は悪魔に熱狂するという本を取り上げました。で、その時は承認欲求について考えたんですけど、その時の本は本当にマーケティングとか行動経済学とか分析とかビジネス書よりだったんですが、今回はザ小説を取り上げました。なんでこれを一番目に取り上げたかっていうと、私の記憶が正しければなんですけど、中学生とか高校生とかあんまりお小遣いを持っていない時っていうのは大体中古本を買ってたんですよね。漫画でも本でも何でも。でも多分自分のお小遣いで新品の小説を買ったのが多分これが初めてだったと思うんですよ。多分。で、すごく好きで何度も読んでいるので、これを一番初めの小説として持ってきました。はい。もちろん結末とかみんなどんな居場所を探していくのかとか気になると思うんですけど、あと普段ねタバコを吸っている方、あるいは吸ったことある方は一体ねしおりこのねお気に入りのタバコは何だろうか、何を吸っているのかっていうのもぜひ楽しみにして見てみてください。一応舞台は女子大なんですけど、その中での男性教授とか、あるいは映画の監督になりたい夢を追いかけているグループの男性とか、いろんな男性も絡んでくるので、本当全然男性女性関係なくいろんな視点から楽しめる本だと思います。はい。このチャンネルでは音フェチや寝ながら勉強をモットーに ASMR に特化した動画や、また今回のようにある一つの本を取り上げて人間観察、人生の観察をしていきたいと思っております。普段
本を読まない方でも少しでも本を楽しめる時間になったらいいなと思います。よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。それではおやすみなさい。